お名前教えていただいてもよろしいですか？遠藤あずさと申します。遠藤さん、よろしくお願いお願いししまます。26です。26歳です。今年26歳です。7になる年です。神戸牛の油で炒めて炊くという形になります。ピラフの作り方なんですよ。なぜそれを油でコーティングするから少しパラパラもちもちプチプチする食感が出るお料理になるんですね。これ油です。牛脂。これも全部神戸牛です。もう捨てるところはほぼないって感じです。命はいただいてるので、最後まで使ってあげたいなっていう思いです。専門学校の時からずっとそうだったんですか？田舎育ちなんで、なんか、そういう食に触れることって結構あったんで、それは常に。姫路の方です。これはそのスープで出した筋を回して入れてます。こちらはもう 100% 神戸牛です。ハンバーグで一番こここだわってますっていうところありますか？粗挽きミンチとさっきも言ったように筋とかを入れてるんで、どちらかというとハンバーグっていうよりステーキっていうイメージなんですね。ピンとこないですよね。その通りだと思います。よくお客さんにも言われてるんですね。こうステーキを食べてるみたいなハンバーグだねっていうのがあって、そこは私も追い求めてて、たまに肉汁がとても出てくるハンバーグとかもあるじゃないですか。そういうわけではなくて本当に肉々しいホロホロしたハンバーグになるんですけど、神戸牛 100% なんでジューシーなんですよ。そこはとても売りというかこだわりかなと思ってます。今袋に入れられたのは何が入ってるんですか？くず野菜です。それでやった牛すじと煮込んでスープを作っていくって感じです。
香味野菜なんで、お肉のその筋の血だったりとかを臭み消しが本来は目的で、あとはもうお野菜、玉ねぎとかって味がしっかりついてるので、うちはお塩しか味付けはしないんですけど、それだけで十分なぐらい味が出てくれるお野菜。こねてる時ってどういう気持ちでこねられてるんですか？変身まあ重たいですよ。休みとかあるんですか？休み、火曜日だけお休みです。基本お昼はずっといるます。きつくないですか？いや、もうずっと飲食なんで、別に。ここ働かれて、丸2年その前はどこにいはったんですか？はホテルにいました。専門学校の時は何も専攻されてたんですか？は、調理1年、製菓1年のダブルライセンス行ってたんで、は全般は学んだんですけど、就職先はフランス料理を選んでホテルでやってました。ステーキとかハンバーグとか、そっちに行きたいとは思ってたんですか？いや、ここは、本当に巡り合わせなんですけど、さっきあんまりお客さんの前に立つ機会がなかったので、お客さんの顔が見える場所がいいなっていうのが初め。で、私が入った時まだステーキ屋さんなりたてだったので、ちょっと手伝ってほしいっていうオーナーとお話をさせていただいて、今って感じです。もともとここ立ち飲み屋さんなんですよ。はいここは居酒屋ですかって聞かれるんですけど、その名残なだけです。おはよう。では、これだけください。はい、では1万円のお預かりです。飲食やってて、一番辛かった時期とかありますか？最初の新入社員の時とかはやっぱりついていけないことに悔しさはありますよね。辛いというより悔しい。ホテルの時ですか？ですね。例えば、もちろん先輩方たちは早い、はい私。のそれこそ2倍ぐらいもっと早い環境だったんで、はい。それについていけずに怒られたりとか、あー全然あったんで、ここが一番やりがいあるなってところとかありますか？いろんな仕込みとかがある中で、それを自分で段取り決めて、時間内に終わらせること、ゲームしてるゲームって言ったらですけど、楽しい。
どうさばくかみたいな感じですかね。それがパチン放った時やっぱ気持ちいいんで。なんか前できなかったことができるようになったりとか、自分の自己テスト更新、時間とか、ちょっと短縮してどんどんできるようになるときは、一番楽しいかな。どんなお客さんが多いですか？女性のお一人様が結構多い。私もそうなんですけど、やっぱ一人で行きにくいお店もあるじゃないですか。でも私は結構一人で行きたいところもあるので、そういうお店にしていけたらなっていうところは。なので常も本当にこういう最優秀賞のものを仕入れしてくださってて、うち使ってるのがもも肉なんですけど、そのサーロインっていうよく言われるところは東京の老舗の方に行ってるみたいで。もも肉の特徴とかって？もも肉はこのサーロインほど脂はないんですけど、動かす部分ってすごく筋肉質だけど硬くなく、もう噛みながらうまみじゅわーって感じです。なるほど。食べてみてください。もうこれは絶対食べた方が早い。ミディアムレアよりはレアよりに出してて、鉄板も熱いのでそのまま食べれるぐらいの火入れ感は私が一番好きな感じで出してます。ステーキソースとかかけると蒸発して火も入りやすくなってるので、その辺で調節して2度3度楽しめる感じですね。美味しい米食べたいです。美味しいよ。もし温玉通ったら目玉焼きやったらいいです。ご予約されてますか？2名様。1人様。はい。一番手前でお願い。はい、こちらのテーブルのお席です。どうぞ。はい、お願いします。ではメニューございます。
お願いします。バーベット300と100手前打ちもも。はい。できます。ステーキ 300g でございます。ステーキソースはこちらで。今日は何を注文されたんですか？US 輸入のハラミステーキ 300g。ちょっとお腹空いてた。今日は初めてですか？そうですね。何を見てこられたんですか？YouTube とかで結構人気になったんで、お肉はどうですか？すごい柔らかくて美味しい。ちょうどいい感じで、柔らかいし、全然臭みとかもないですし、結構もう、牛の、なんていうんですか、旨味をちょっと感じる感じ。ありがとうございます。そして生ビールおビールです。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。一品料理とちょっとかな。はい、もらいます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、なるほど。はい、いただきます。
症しました。ずっと開けてはったんですか？ずっと小指の。4月はどうですか？血で止まってる。はい、大変美味しかったです。もう神戸牛を食べようという気になってたんで、ちょうどこの店選んでよかったなと思いました。まあ赤身を選んだんですけど、非常に噛み応えのある美味しい肉の本当の神戸牛が堪能できるなということで美味しかったです。ありがとうまた来させていただきたいと思います。ごちそうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。いらっしゃいませ。ご予約されていますか？はい、こちらのテーブルのお席です。いらっしゃいませ。マメ様一人で。はい。ずっとこんくらいの速さでされてるんですか？ホテルで、それこそ人数膨大なんで、はいポジションごとに分かれてはいるんですけど、一人に対しての仕事ってもう朝から仕込みして営業してってあるんで、それの要領とかはホテルで学びました。うん元からこんな性格じゃないんですよ。めちゃめちゃゆっくりなんで。これずっと言われるんですけど、こんなんじゃないんです。母にも怒られてますよ。300で、レモンバター。こちらが赤身とハラミになります。特選赤身ですね。はい、大丈夫です。こちらのカウンター席にいただきます。うまっ。これ1枚でお米1杯いけそうな感じです。神戸牛。食べたことない。どこから来られたんですか？なおは高校から回った。ちょっと遊びに。こんな柔らかいことあるんだっていう。こちら手前とか価格が選べます。では、はい、沖縄白身のお塩です。よかったらこういうふうにしてこちらに。オリオンビールが好きなんですか？それは、ビール法ではあるんですけあ、ビールしか飲まない。ど、めっちゃ沖縄好きな人なんかなと思ってました。ここで、それこそ昔に沖縄ナイトっていうのをやってて、はい。沖縄料理と、そういう立ち飲みあをやってた時にあ、はい。買った T シャツです。ご予約されていますか？
ますか？さっき電話した上田様ですね。長くて。しますね。ペンの赤身のもの100g。はい。はい、でもこれ失礼します。赤身のお客様。はい、じゃあこちらでこちらからやったり。では、いただいて、これを。ありがとうございます。と赤身内もも。お待たせしました。では、少し。はい、お待たせしました。特選赤身のお客様。はい、してますので、こんな感じで回して、あとお塩もおすすめです。もともと料理人目指されてたんですか？もう小学校の時から。そんな早くから決めれたんですか？なんででしょうね。お母さんのお手伝いから始まって、で、当時なんか番組でも料理番組めっちゃ多かったんです。ああいうの見てはかっこいいって思ったのが多分始まります。で、妹もいるんで、多分それで手伝いたかったっていうのもあって、家でも料理するんですか？いや、今ですか？はい。ほぼしないですね。それこそ近隣の知り合いのお店にちょっと食べに行って勉強させてもらったりとか。なんでそんなストイックに料理に向き合えるんですか？料理が好きだからですかね。もうただ単に多分好きなんだと思います。ちょっと見知りなんですよ。B 型やからかな。まあ1時間制で4回転なんですよ。はい。多分険しい顔もしてるんですよ、日頃。別に怒ってるわけじゃないんですけど。趣味とかあるんですか？趣味か。確かに筋トレ。いや、毎日やってるわけじゃないんですけど、大会は出てます。大会出てるんですか？しりトレは楽しいですよね。なんか疲れたなみたいな日とかないんですか？毎日です。やりきって帰るんで。今後の目標とかってありますか？まあ今は本当に一人でも多くのお客さんを笑顔にすることですけども。アンパンマンになりたい。